椎谷畑練馬平和台の菜園アドバイザー高木です。よろしくお願いします。今日はニンニク、玉ねぎの追肥の回数、追肥不足は致命的というテーマでご紹介をしていきたいと思います。皆さんこれからね、玉ねぎを植えられると思います。ニンニクについてはね、もう多分栽培途中だと思います。ニンニク、玉ねぎの栽培は土作り、良い種球や苗を選ぶと、これがね、もちろん大事なポイントになります。あとはね、ほとんど、手がかからない、野菜ですね。しかしですね、追肥の時期と回数、量、これらはね、失敗の原因に直接つながります。非常にね、重要なポイントになりますので、これからね、どんな時期に追肥をやっていくかご紹介していきたいと思います。最後にね、質問にもお答えします。それでは行きましょう。それではね、ニンニク、玉ねぎを実際に見ていただきましょう。こちらをご覧ください。まずはこれニンニクですね。こちらが右側は非常に育ちが良いニンニクですね。大きく葉が展開しています。冬越しにはね、もう十分なサイズまで来ていると思います。一方こちらが左側はですね、こちらから比べたら半分以下ですね。まだまだちっちゃい状態ですね。ニンニクが小さい理由としては、生育初期の場合は種球のねサイズが大きく影響します。あとは植えるタイミング、時期ですね。これが遅いとやっぱりどうしてもまだこの時期ではこのような小さな苗になることが多いです。続いて玉ねぎです。まだね、正式に植え付けてはいないんで仮植えで置いています。ちょっとねこの時期でこのサイズというのはちょっと苗としては小ぶりな苗になります。ホームセンターでねこれは調達した苗なんですけども、少しね小ぶりのものしかありませんでした。とりあえずね、この状態で11月そうですね中旬ぐらいまでこのままにしておきたいと思います。玉ねぎはですね、植える時期と苗の大きさ、これがですね十分成長に影響してきます。小さすぎるとね収穫物も当然ですけども小さくなってしまいます。冬越しもねその分難しくなるということは、収穫が望めなくなっちゃうということにもつながります。逆に大きすぎるととう立ちしてしまうと、花が咲いてしまうということになります。苗をねまだ購入しない、これからだっていう方はぜひいい苗を購入してください。それではね、追肥の時期についてご紹介しましょう。ニンニクの場合は、椎谷畑のように有機肥料を使った栽培の場合は2回ほど追肥していいと思います。まず1回目は12月ですね。2回目は2月。これから大きくね、育つぞという時に2回目をあげたいと思います。1回目のね、追肥は春先に効きます。2回目の2月の追肥は玉が大きくなるね、5月6月ここに効いてきます。一方玉ねぎは12月に1回のみ追肥をします。鶏粉を追肥するんですけども、鶏粉はねゆっくり効いていきます。玉ねぎは栽培の終盤にね追肥をしちゃうと収穫後傷みやすくなるということがあります。ということで12月に1回のみで終了です。化成肥料のね場合とはちょっとそこが違うと思います。注意してください。ニンニクの追肥の時期についてご紹介をしましたが、追肥のね注意点をご紹介していきたいと思います。まずね大きくなるためには追肥の作業がとても重要なポイントになります。ポイントの1つ目としては時期がね遅れないようにしてみましょう。特にね12月が遅れてしまうと肥料をね使い始めるタイミングが遅れてしまうので肥大化にね悪影響が出ます。遅くなったので、1月に追肥するとしても寒くなってしまう時期なので、土壌のね微生物も冬眠状態になります。鶏粉の分解が進まずに養分がね十分ニンニクが吸収できる状態にならないので、どんどん遅くなっていってしまいます。なので注意をしていただきたいと思います。2つ目です。ニンニクの芽がね小さいからといって追肥の量や頻度を増やすようなことはねやめた方がいいと思います。追肥を大量にやってしまうとひ弱なねニンニクになってしまうことがあります。結果的にサビ病などの病気にかかってしまうということになりかねません。特にねニンニクは春先にサビ病にかかりやすいです。
肥料過多ですと免疫力が落ちてか弱いねニンニクになってしまいます。十分注意していただきたいと思います。冒頭お話をしましたけども、種球のね大きさによってはこのように大きさがまばらになってしまいます。ですから、サイズが小さいニンニクにね大量に追肥をしてももともとね種球に蓄えられている栄養分が少ないのでその差をね、挽回する方にはならないと思います。十分注意してください。私の場合追肥の箇所としては各苗の真ん中ここにですね穴を開けて1つまみ 10cc 程度の鶏粉を入れていくということで追肥をしています。追肥のね量あるいは場所も制限をしています。味がね濃い、ニンニクができます。ぜひやってみていただきたいと思います。続いて、玉ねぎです。玉ねぎはですね12月に1回の追肥で私は折らしています。そこまでにね生育が小さいと追肥の量をね増やしたくなります。しかしね玉ねぎの場合はね本当にね追肥の量が多すぎるととう立ちをしてしまうリスクがかなり高くなります。昨年の冬などはねかなり年末まで暖かかったので追肥がね十分に効いたと思います。追肥が多すぎて育ちすぎてしまうと春先にとう立ちしやすくなるのと病気にねかかりやすくなってしまうということになります。そういうね注意点がありますので追肥の量回数はきっちりと管理していただきたいと思います。このようにね少し太い苗というのは追肥の量についてはね特に注意した方がいいと思います。これはね培養土で育てている玉ねぎの苗なのでとてもね養分が効いていて大きくなってますね。こういったね少し、メタボな状態の玉ねぎは追肥の量もね少し制限しないと育ちすぎてしまうということになり、先ほど申しました通り早くとう立ちしてしまう、あるいは病気にかかりやすくなってしまうということになると思いますので注意が必要です。ここはね玉ねぎの栽培を予定している畝になります。追肥の場所はねほぼニンニクと一緒です。この苗と苗のこの間ですね、ここにほぼ1箇所 10cc ぐらいずつ穴を開けてそこに入れ込むということで追肥は終わらしています。苗の育ちがあまりにも良すぎる場合については追肥の量をね少し調整して一つ飛ばしっていうやり方でもいいと思います。追肥についてはその苗の育ち具合を見ながら判断していただきたいと思います。最後にね、一つ番外編になりますけども、プランターを使って玉ねぎを栽培する方にワンポイントです。特にねプランター栽培の場合は元肥が入っている培養土をお使いになる場合が多いと思います。そのような培養土は植えた後にね養分が効きすぎて玉ねぎの育ちがねかなり良くなります。これまたね、とう立ちしやすくなってしまうということになります。ですので、解消する方法としては株間を狭くしてねちょっと密植気味に紡ぎ気味にね、栽培するということで避けられるのかなと思います。大体間隔としては5センチから10センチ以内の間隔で植えていただいて結構かと思います。狭くすればね小さくはなってしまいますけどもとう立ちせず数もたくさん取れると思います。やってみていただきたいと思います。それではご質問にお答えしていきましょう。唐辛子とニンニクの自然農薬作りについてコメントがございました。唐辛子液用の焼酎は度数35度でないとダメと25度ではダメだと言っていたのですが違うものでしょうかというコメントです。これ度数がね低いものでも作ることはできます。しかしですね度数が高い方が唐辛子のエキス養分をですねより高い濃度で抽出することができるというふうに言われています。アルコール濃度のね低いものを使ってしまうとその分ね自然農薬としての効果は薄まってしまうということになります。唐辛子焼酎液というのはなかなかね効果が見づらいものですよね。効率よく抽出するためにはこのね35度をぜひ使っていただきたいと思います。ぜひ作ってみてください。今日はニンニク玉ねぎの追肥のタイミング、追肥不足について注意点をご紹介いたしました。この動画が良かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録、あるべき高評価よろしくお願いをします。それではまた。
家庭菜園ライフ